豚肉をニンニクで炒めたのを、醤油ラーメンの上にトッピングされて。ニンニク入れて美味しいです。そういえば餃子だよねって言ってくれる人も多くて、甘みがすごくあっていろんな年代の方にも食べていただけるように作ってますね。どうでしょうか。やりがいを感じる瞬間とか。うまいものができた。うまいなと思ったら。ポークと餃子。はい。これはスープですか？これスープです。これスープは出汁は何取ってるんですか？げんこつ、鶏ガラと背骨です。野菜とかも入れてるんですか？野菜も、はい。これはまた新しいスープを作ってるんですか？そうです。これ、昨日、はめてってるっていうか。継ぎ足しっていう感じですか？そうです。継ぎ足しはもうお店のオープンからって感じですか？いや、父はちょっと作り方ちょっと変えてるんですけど、いろいろやっていくうちにこうやった方が美味しいなと思ったんです。この大きい寸胴に継ぎ足していってる感じなんですか？そうですね。で必要な分だけその下の蛇口から取ってはい。冷ましてっていう感じ。そうです。はい。その後じゃあそのアクを取って大きい寸胴に移し替えて、そうですね。アク取って洗って運動に向こうに入れて。あと野菜を追加してとかって感じですか？そうです。この大きい寸胴はなんかずっと煮立たせてるんですか？いや、営業中夜はさすがに消します。帰るとき。温度あんまりすごく上げない。低い温度で長い時間かける。仕込みは朝何時から大体店に来るのは8時ぐらい。まずスープをやってって感じですか？そうですね。スープの準備をして店の中のことをやってる。メンマも自家製というか、塩漬けのメンマを買ってうちで味付けしてる。味付けは醤油がメイン。そうですね。醤油と砂糖です。
このお店はお父様が開かれたんですか？そうです。開かれたのはいつ頃なんですか？自分が3歳、45年前です。あ、そうなんですね。はいでその後継がれて、いつ頃から継がれたんですか？店に入ったのは30ぐらいです。なるほ18年前ぐらいです。人参はラーメンのトッピングですか？そうです。味噌ともやしそばに入れるトッピングというか、まあ彩りのための。このお店の、人気のラーメンはポークラーメン、あ、はい。どういうラーメンなんですか？豚肉をニンニクで炒めたのを、醤油ラーメンの上にトッピングされたやつです。それはもうお父様の代からあるんですか？そうです。売り上げの結構なボリュームを占めてる感じです。半分ぐらい。ポークラーメン以外で店主さんおすすめのラーメンとかございますか？ポークラーメンって結構ニンニクが多いんでインパクトはあるんですけど、多分好きじゃない人もいると思うんですよ。なるほど。で自分がトマトラーメンの上にポークの、そのニンニクで炒めたのを乗せたのがあるんですけど、トマトとニンニク、あと豚肉相性がいいんで、うちは結構さっぱりして食べれる、あっさり食べたい人っていう、普通のラーメンの油プラス豚肉の油も出る、多分油はちょっと多めなんですけど、ポークラーメンそれをトマトのスープで食べると結構さっぱり食べれる。といえば餃子だよねって言ってくれる人も多くて、餃子はすごくうちおすすめさせていただいてます。餃子はどういった特徴があるんですか？野菜が9割の餃子って書いてるんですけど、甘みがすごくあって、お子さんでも食べやすいし、大人の方でもやっぱ餃子って結構こってりなイメージがあると思うんですけど、あっさり食べられるので、いろんな年代の方にも食べていただけるように作ってますね。持ち帰りもやってて、持ち帰りでよく餃子テイクアウトされる方もすごく多いですね。大きいですね、すごい実寸大で。そうなんです。大きいので男性の方でもラーメンと餃子3個でお腹いっぱいになるように、なってる。野菜たっぷりなんでアスリートの方におすすめしたい餃子ですねって言われて、肉と野菜と一応肉も入ってるんで完全栄養食みたいな感じで。野菜は何が入ってるんですか？キャベツ、玉ねぎがネギ、やっぱり羽釜で炊くと違いますか？味は。らしいです自分は逆に、電子ジャーで炊いたことがないんでわかんないんですよね。でも美味しいって言ってもらえるんで、なんか違うらしいですね。チャーシューはもうこれで茹で上がるまで待ってって感じ。はい。こ
年で46年目なんですよ、創業お父さん代から。なんで3世代で通ってくれる方もすごく多くて、おじいちゃんお父さんとお子さんと、もうちっちゃい頃からここの餃子食べてるから、大人になってもやっぱここの餃子が一番美味しいって言ってくれる方も多いですね。野菜の餃子はお父様がオープンされた時からある？あ、そうですそうです。もともと18番で荻窪が本店なんですよね。主人のおじさんが始めたお店で、そこから主人のお父さんがのれん分けしてもらって、青梅で46年前に始めたんですけど、餃子も荻窪のおじさんが考えたの。あ、トマポークがご主人が考案されたみたいそうです。フォあークの次にってことで自分でオリジナルで考えたんですけど、やっぱちょっとなかなかポークが根強いので、パンがトマポークがなかなか浸透しないんですけど、私はやっぱりトマポークの方があっさり食べれて、女性の方でもやっぱポークってニンニク多いからちょっと敬遠されると思うんですけど、女性ってトマポークだとなんかイタリアンみたいな感じでスルスルって食べれちゃうんで、すごく私おすすめしていきたいんですよね。はい。餃子は多い時だと1日何個ぐらい出るんですか300ぐらいですかね。300個ですよ。すごいですね。300人前じゃないですか、はい、300個ってすごいですね。多いといいですね。持ち帰りとかも結構あるんで、店内だけじゃないんですけど、で茹でてるんですけど、味付けも別にしっかり味付けするんで、メンマだけもすごく美味しいんです。つかないでメンマだけご飯にのせて食べたりとかするんですけど、はいはい十分おかずになるぐらい味がしっかり染みてて、シナチクラーメンよく頼むお客様もいるぐらい味が結構美味しいですね。ご飯にのせて食べてもそれだけでおかずになる。私はシナチクラーメンばっかり食べる人も別に。これは何ですか？醤油ですね。どっちも同じですか？そう、一緒です。これは前の日使って醤油、チャーシューつけたやつです。こっちは今日チャーシューつけお店やられてる中でなんかこだわってるところとかってございますか？た。何をこだわってるのか自分でも分かってない。やることをやってるだけ。丁寧にしっかり仕事をするってことをいつも手を抜かないっていうのが主人のこだわりで、それをこだわりという。どんなに疲れてても掃除も仕込みもいつもと同じようにしっかりやるっていうのが真面目なんですよ。すごいちょっとぐらい疲れてるから手抜いてもいいじゃんとかって最初言ってたんですけど、ダメだって言って休みの日もね、もうほとんど朝からスープの仕込みにお店に行って。じゃあほぼもう無給でやってるって感じですよね。そうですね。無給です。まあしょうがないですよね。絶対休みじゃないと仕入れもいけないし、だからまあしょうがないですよね。これは何ですか？これラード。こっちはお、一緒です。足んなくなったらこれこっちに。引き継いだだけでなんかやってるのが悔しくて、親がやってたポークに勝てるかもしれないなっていうメニューをちょっと作ろうと思って、まあ、いつになるか分かんないですそれがトマポークの話。けど、違うそれはもう派生じゃん。ポークの派生。まっすぐの新商品を作りたいってこと？なるほど。まあちょっと考え中でいつになるか分かんないですいいですね。なんかワクワクします。けどずっと考えてはいたんですよ。最近こうやればいいかなっていうのは分かってじゃあ今方向性みたいのは決まってる？もう大体あともう来週ぐらいちょっとあれなんですよ、タイミング来週ぐらいから試作を始めて、いいのができれば商品化してもらう、その時にしてもらえる。あ、ありがとうございます。
さお待たせしました。チャーシューお待たせしました。お待たせしました。どうでしょうか。皆様様でーす。皆様お待たせしました。お疲れ様でーす。おはようございます。本当だ。ニンニク効いてて。麺がすごい重みで美味しい。美味しい。おはようございます。はい、ありがとうございます。次がです。はい、お邪魔します。おはようございました。お願いします。今味噌2つで。はい。お
一人だけなんですよ。これで洗ったのをこっちの寸胴に入れるんです。やりがいを感じる瞬間とかってどういう時がありますか？うまいものができた時ですね。うまいなと思ったら試作を作ったりスープの炊き方変えたりして良くなった時ですね。そういうとこですね。ありがとうございます。美味しいです。美味しいです。美味しいですね。これはもやしそば。僕普通のラーメンです。がっつりチームポークラーメン。あ、僕やった。ソーチャーシューお待たせしました。お疲れ様です。どうぞお待たせしまお疲れ様です。お願いします。かしめお待たせしました。9番です。ワンタン麺です。いや、お疲れ様です。何とってシナチカお待たせしました。生です。
って何個分ぐらい入ってるんです丸っていうんですよ。まん丸1個分ぐらいです。昔重さを測ったら同じぐらいです。すごいうまいです。やっぱりニンニク効いてて美味しいです。ポークラーメンです。スープとニンニクがやっぱ絡んでてやっぱ美味しいです。ニンニクの辛みがないじゃないですか。結構美味しいです。こっちはチャーシュー麺ですね。いつもはポークラーメンなんですけど、たまには違うものをと思って。なんか甘いよな。これはどこの麺なんですか？山椒食品。府中だ。新町だ。青梅だ。こうやって一個一個手もみしていくわけです。はい。手もみするとどういう効果があるんですか？麺の縮れが多くなる。今後の目標とか展望っていうのはどういうのがあるんですか？目標、フォークを超えられたらいいな。フォークのを超えられるラーメンを作れたらいい。もともとあったものを超えていくと。そうです。目標といえば。目標でどう？おいしい？おすすめのラーメンか。うちらはね、結構ラーメン食べるラーメンですけどね。ババもあれ、ババもあれラーメン。そう、ババもラーメン。ポークなんとかってなんですよね。ポークラーメン、はい。あれも美味しいですよね。もうだからここ結構ラーメン系美味しいですよ。いつもと変わらず美味しいですよ。孫がよく食べます。ね、好きなのね。教えて。美味しいですよ。
ろしいですか？奥どうぞ。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。はい、じゃあ。はい、車横止めてもらっていいですか？お疲れ様です。彼は荻窪のお店からずっと出して口直しに食べていただいてるんですけど、18番はどこも多分ガリを出してると思います。ああ、そうなんですね。はい。はい、ちょっとお待ちくださいね。座敷空いてる？お付き合いします。すいません、座敷どうぞ。奥のお座敷どうぞ。お水もお座敷にあります。はい、お待たせ。はい、ごめんなさい。お待たせいたしました。90円です。すいません、お二人ですか？すいません、ちょっとお待ちいただけますか？すいません。
だいま。ただいま。そうそう。ありがとうございます。ただいま。はい。ただいま。はい、ありがとうございます。ただいま。500円のお返しです。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。カレープラン、はい、ご用意いたします。途中も以上でよろしいですか。はい。9番です。ポークとトマホークです。はい、失礼しますね。7番クミソンポーク大盛りです。はい、特製味噌。お疲れ様です。ポークと餃子。はい。そう
回やったここのホテルで